れじゃと大阪6時じゃな。そうですか。じゃあ慶三もちょうど引けた頃ですな。ああ、ホームへ出とるじゃろう。電報打っといたけ。はい、お母さん、これお弁当。あ、おおけに。じゃあ行ってまいります。ああ、お前学校が忙しければわざわざ来てくれんでもええよ。いいえ、縁です。5時間目はどうせ体操ですから。そうか。じゃあ駅で。ああ。お母さん、魔法瓶にお茶入れときましたから。そう、ありがとう。じゃあ行ってまいります。ああ、行っておいで。行ってきなしゃ。行ってまいります。空気枕、そっち入らしたか？空気枕はお前に頼んだじゃないか。ありゃせんよ、こっちにゃ。そっちを渡したじゃないか。そうですか？おはようござんす。あ、おはよう。今日お立ちですか？へえ、昼過ぎの汽車で。そうですか。まあ今のうちに子供たちにも会うとこ思いましてな。お楽しみですな。東京じゃ皆さんお待ちかねでしょうって。いやしばらく留守にしますんでよろしくどうぞ。ごゆっくりと。立派な息子さんや娘さんがいなさって結構ですな。本当にお幸せでさ。いやどんなもんですか。アンバーにお天気もようて。本当におかげさんで。まあお気をつけて行っておいでなしゃ。ありがとう。空気枕ありゃせんよ、こっちにゃ。ないことないわ。よう探してみ。あったあった。ありゃしたか？ああった。散らかしちゃダメよ、イサミちゃん。おじいさんばあさんまだ？もうすぐいらっしゃるわよ。
何？なんだい、僕のつけるお金出しちゃって。だっておじいさんおばあさんいらっしゃるんじゃないの。でも僕の机出さなくたっていいじゃないか。出さなきゃここお休みになれないじゃないの。じゃあ僕どこで勉強するんだい。試験班だぞ。どこだってできるじゃないの。ちっ。ねえ、どこで勉強すんのさ。ねえ、どこですんのさ。うるさいわね。いつも勉強なんかしないくせに。てらい、してますよだ。嘘おっしゃい。こんな時ばかり。じゃあしなくたっていいんだね。勉強しなくたっていいんだね。あら不沈だ、あのんきだね。何みのる。ちょいといらしたわよ。おかえりなさい。あ、さあ、お父さんお母さんどうぞ。いらっしゃいませ。じゃあ、さあ、どうぞ。どうぞ。いや。さあどうぞ。いや。お母さん疲れたでしょ。汽車の中寝られましたか。ええ塩梅に。こけおいで。いらっしゃいませ。いや。いつもご無沙汰申し上げておりまして。いや、今度はまたいろいろお世話になります。お母様、本当にお久しぶりで。本当に。よくいらっしゃいました。京子さんお元気ですか。ええ、ありがとう。お一人でお留守番で。ええ。あ、ちょっと、文子さん。ちょいと変なもの持ってきちゃったのよ。うちの近所のおせんべいなの。割と美味しいのよ。これ、佃煮。まあすいません。お母さんおせんべい好きなの。ちょっとお菓子パチあれ。あ、お盆でもいいの。こんなんですけど。あ、結構結構。のりこさん、東京駅いらっしゃらなかったんですか。ええ、来てないの。電話で知らせといたんだけど。どうなすったんでしょう。じゃあこれお願い。はい。みのりちゃん、いさみちゃん、何してんの？いらっしゃい。はい、おじいさん、おばあさん。ああ、大きうなったの。みのるももう中学生です。そうか。いさみちゃん、なんぼ？おい、いくつだ。いくつ？およろしかったらお風呂。あ、お父さん、風呂どうです。そお母さんお控えになったら？あ、お湯買った。ええよ、ふみさん、持ってきたけ。う。じゃあ、いただこうか。持ってこう。さあ、どうぞ。あ。大阪で慶三駅来てましたか。ああ、電報売っといたけんの、ホームへ来とったよ。元気でしたか。ああ。ああ、お土産を預かってきとるよ。いいですよ、お母さん、後で。お父さん、手拭いなんかお持ちですか。ああ、あるある。じゃあ、どうぞ。ねえ、何にしましょう。そうね。ねえ、兄さん。なんだ。晩のごちそう、お肉でいいわね。すき焼き。ああ、いいだろう。他にお刺身か何か。うん。いらんだろう。どうだい。たくさんよ、お肉だけで。ごめんください。あ、のりこさんよ。どうぞ。いらっしゃい。遅れちゃって。いらしたの東京駅。間に合わなくて皆さんお帰りになった後。そう。これお姉さんが。どうぞ。ありがとう。あ、おいで。
いらっしゃい。どうも遅くなりました。お父さんお母さん2階だ。そうですか。じゃあちょっとご挨拶して。いらっしゃいませ。よう。まあしばらくでしたの、のりさん。ご機嫌よろしゅう。忙しかったんじゃなかったんか？いいえ。何ですか、ごたごたしておりまして、気がつきましたらもう時間がいっぱいで。そう。わざわざ今日来てくれんでもしばらくおるんじゃもん。やっぱり前の会社にお勤めか？はあ。あんたも一人で大変じゃのう。いいえ。お父さんお風呂。ああ、今行く。じゃあ。お母様、いたしましょう。ええのええの。でもなんやら夢見たような。東京言うたらずいぶん遠いとこじゃ思うとったけど、昨日尾道歌ってもう今日こうしてみんなに会えるんじゃもんの。やっぱり長生きはするもんじゃの。でもお父様お母様ちっともお変わりになりませんわ。変わりゃんしたよ。すっかりもう年を取ってしもうての。お母さん、何の話？さあ下行きましょう。ええ。あら、お母さんまた少し大きくなったんじゃないかしら。なんぼなんでももう育ちゃんせんで。本当よ。太ったのかしら。私たち子供の自分、ずいぶん大きなお母さんだと思って、学校へなんか来ると恥ずかしくてね。まあ。いつか学芸会の時椅子壊しちゃったのよ。嘘よ。ありゃ椅子が壊れとったんじゃん。お母さんまだそう思うとって。そうでさ。まあいいわよ。さあ行きましょう。Spring, summer, autumn, and winter. The spring months are March, April, and May. The cold winter is over. Spring has come. It is April now. お姉様、これ履いてあげてきます。どうも。これは？あ、それ出しておいてよ。少し涼しくなったわね。ああ。尾道も暑いでしょ。ああ、毎日夕泣きでの。お母さん、おこうちゃんどうしてます？ああ、おこうさんの。あの人も不幸な人での。旦那さんに死に別れて去年の春じゃったかの。子供を連れて倉敷の方へ片付いたんじゃけど、なんやらそこも映画に行っとらんらしいんよ。そう。ほら、なんて言いましたっけね。よくお父さんと釣りに行った市役所の人。ああ、三橋さん、亡くなったよ。もうだいぶになるな。そうですな。ああ、お前覚えとらんか。服部さん。ああ、刑事係やってた。覚えてるわ、私。あの人東京へ来とられるんじゃ。そうですか。おるうちいっぺん訪ねてみよう思うとるんじゃが。どこです？大東区のどこじゃったか。
手帳に書いてあるんじゃが。そうですか。片付いたの？ええ、ご苦労さん。ご苦労さん。のりさん、どうな一つ慶三のお土産。あ、どうも。ご苦労さん。あら、すいません、おばあちゃん。ええのふみさん。よう寝とるけ。じゃあ、お父さんお母さん、明日お出かけね。あ、日曜だからね。どっかへご案内するよ。そう。じゃあ、のりこさん、どう？そろそろ。ええ、じゃあご一緒に。どうも。そうか。ありがとう、わざわざ。じゃあ、兄さん、ごちそうさま。どうも遅くまで。じゃあ、お父さん、いずれまた。いや、ありがとう。ありがとう。あ、ふみこさん、いいのいいの。どうも遅くまで。いいえ、ごちそうさまでした。どうもわざわざ。お父さん、疲れたでしょう。いやお母さんどうです？お休みになったら。えじゃあ、寝させてもらおうか。え、ええ。じゃあ、おやすみ。おやすみなさい。おやすみ。おやすみなさい。おやすみなさい。いや。おやすみ。ただいまお水を。疲れなさったでしょう。いや。でもみんな元気で。うん。とうとう来たの。ええ。ここは東京のどの辺でしゃ？端の方よ。そうでしょうな。だいぶ自動車で遠いかったですけの。うん。もっと賑やかなとこか思うとった。ここか？ええ。高一ももっと賑やかなとこへ出たい言うとったけれど、そうもいかんのじゃろう。うん。なあ。お父さんお母さんいつまでいるんだい東京。4、5日いるでしょ。ちょっとそれ取って。俺挨拶に行かなくていいかね？いいわよ。どっちみちうちへも来るわよ。そしたら金車亭でも案内するかな。いいことよ。余計な心配しなくたって。うまいねこの豆。今日どうするんだいお父さんお母さん。およしなさいよ、そんなに豆ばっかり。兄さんがどっか連れてくでしょ。そうかい。じゃあいいな。ひよちゃん、あんたもご飯。はい。今日はお利口にしてなきゃダメよ。おじいちゃまおばあちゃまご一緒だから。いいわね。わかった？わかった。はい、お座り。遅いなあ。まだ？もうすぐよ。おじいさんおばあさん見といて。はい。よろしかったらそろそろ出かけましょう。
もういいですか？ああ、ええよ。お待ちどうさん。じゃあ行きましょうって。行ってきたよ。そう。はい。お昼何上がるの？さあ、デパートの食堂へでも行くか。子供たちにもいいだろう。そうね。勇、お子様ランチがとても好きなの。そうかい。ごめんください。いや、いかがです。はあ、どうも。まだ食欲出ませんか。はあ、何ですか。冷たいものばかり飲みたがるんですが、やっても飲みませんし。熱も下がりませんか。はあ、さっき測りましたら、やっぱり9度8分で。そうですか。いや、伺いましょう。さようですか。どうもお休みんとこ。いや、お願いします。おい。注射器消毒してあったね。ええ。出かけるよ。あ、そう。あ、お父さん。ちょいと心配な子供があって、急に出かけなきゃならないんですがね。そどうもせっかく。う。いや、構わんよ。ひょっとするとすぐ帰れないかもしれないんですが。ああ、いいよ。じゃあちょいと行ってきます。じゃあお母さん。ご苦労さん。まだお母さん。遅くなるかもしれないな。そう。どうしましょう。お父さんお母さん。私をともしましょうか。いいよ。お前が行ったらうちが困るじゃないか。今度の日曜にでも行くさ。そう。じゃあ行ってらっしゃい。父さんどこ行ったの？往診よ。どうも。せっかくのとこ会いに行く。いや、いいよ。忙しいな。結構じゃ。ほんまにご苦労さんじゃな。お母さん行かないの？ええ。つまんねえの。だってしょうがないじゃないの。患者さんがあるんだもん。つまんねまた今度な。え。家で。何みのる。あっち行ってらっしゃい。なんで嘘つき？あっちへ行ってらっしゃい。おいで。やだよ。本当にしょうがあります。いや、男の子は元気な方がええよ。いい加減にしないとひどいわよ。何大きななりして。つまんね今度行きゃいいじゃないの。え。今度って言ったことないじゃないか。いつだって行きはしないじゃないか。だって急にご用ができたんだからしょうがないじゃないの。しょうがなかねえ。バカね。いつまでぐずぐず言ってんの。つまんねえ。つまんねえ。つまんねえよ。何？ひどいわよ。お父さん帰ってらしたらそう言うわよ。言ったって言え。覚えてらっしゃい。叱られたって知らないから。へっちゃらで怖かねえ。どうした？何ですか？勇ちゃんおいで。おばあちゃんと表行きましょう。みのるさんも行かん？みのる？さあ、勇ちゃん。いいことね、勇。おばあちゃまと。さあ、行きましょう。みのるさんも行かんの？行きますよ。どうもお世話様で。みのる、あんたも行ってらっしゃい。行かないの？行かねえ。じゃあ勝手におし。行ってらっしゃい。ええ。
どうも。いやありがとう。どうしたミノラ。どうもしょうがない子で。いや光一もそうじゃった。強情張りでの言い出したらなかなか聞かん子じゃった。でもせっかくお父さんもお出かけんとこ。いやわしらはええよ。今度の日曜にでもまた。ありがとう。まあ2、3日ごやっけやになって重のとこへも行ってやろう思うとるけ。あんなとこで遊んどるよ。イサムちゃん、あんた大きくなったら何になるん？あんたもお父さんみたいにお医者さんか？あんたがのお医者さんになる子らおばあちゃんおるかの？いらっしゃい。さっき電話かかってきたわよ。どっから？巣鴨の榎本さん。あんな話どうなりましたって。いいんだ、済んだんだ。お父さんお母さんどうしてる2階よ。浅草まで行ったんで菓子買ってきたんだ。何？うまいんだよ、ここのうちの白あんなんだ。高いんでしょ。こんなんじゃなくていいのよ。うまいだろ。美味しいことは美味しいけどさ、こんなのもったいないわよ。おせんべいってたくさん。だって昨日もおやつおせんべいだぜ。いいのよ。おせんべい好きなんだもの。ねえあんた、明日お父さんお母さんどっか連れてってやってくれない？明日か？明日はちょっとまずいな。集金があるんだよ。そう？本当なら兄さんが連れてってくれりゃいいんだけど。じゃあ今晩金車亭でもお供するか。何やってんの？ゆうべから何や節だよ。そう？じゃあそうしてやってよ。東京来てまだどこも行ってないんだもん。そうだよ、1日2回に行っちゃ気の毒だよ。そうよ。でもしようがないわよ。連れて行く人いないんだもん。いや、お仕事ですか。あ、おかえりなさい。はい。ごっつぁん。
えらいものを頼まれましたな。いいえ。お父さんは？物欲しい。そうですか。風呂行きましょう。お父さん、お父さん。やあ。風呂行きましょう。ああ。やあ、おかえり。あ、風呂行きましょう。やあ。またお母さん、帰りに小豆アイスでも食べますか？ごちそうさん。じゃあ行きましょう。ちょっと風呂行ってくる。そう。行ってらっしゃい。行ってきます。行ってらっしゃい。あ。あ、お母さん、そこの私の汚い下駄入ってきていいわ。そう。じゃあちょっと。ちょっと。あ、もしもし、米山商事ですか？平山のり子お願いします。はい、どうも。あ、のり子さん、あたし。いいえ、こっちこそ。お願いがあるんだけど、明日どうあんた、暇ないかしら。いえね、お父さんお母さん東京まだどこも見てないのよ。そうなの。だからあんた、明日でも都合ついたらどっか案内してやってほしいの。悪いけど。そう。本当は私が行けると一番いいんだけど、ここのとこちょっとお店開けられないのよ。うん。そうなの。悪いわね。え？あ、そう？うん。どうも。いいえ。じゃあすいません。ちょっとお待ちになって。いえ、いいんです。誠に勝手ですけど。なんだい？明日一日お暇いただけないでしょうか。いいよ。すいません。ニットアルミの方いいね。は、今日中にやっておきます。もしもし。あ、お待たせして。じゃあ明日9時頃お迎えに伺います。いえ、いいんです。どうぞお父様お母様によろしく。じゃあ明日。皆様、ようこそ東京をお訪ねくださいました。ご上京機会に皆様とご一緒に大東京の歴史を紐解いてみることにいたしましょう。千代田城と呼ばれておりました皇居は、今から約500年ほど前に太田道灌が築城いたしましたもので、美しい松の緑を堀に映した風雅と清略な姿は、大東京の雑踏の中にありながら、誠にゆかしい限りでございます。お兄様のお宅はこっちの方ですわ。
そうか。重野とか。お姉様のお家はさあこの辺でしょうか。あんたんとか。私のところはこちらですわ。この見当になりますかしら。そう。とっても汚いとこですけど、およろしかったらお帰りにお寄りいただいて。ああ。私早かったのね今日。美子ちゃんおねんね。やっと今寝たとこ。ちょっとお願い、お酒ないかしら。お酒。お父さんお母さんいらしたの。そう、少しぐらいならあるかもしれない。これだけしかないわ。足りる？じゃちょっと貸してね。ああ、この少女の写真どこで撮ったんじゃろう。鎌倉です。お友達が撮ってくださって。そいつ頃？戦争に行く前の年です。そう。まばゆそうな顔をして。これも首を曲げとるな。あの子の癖でしたな。何？どっこい到着。あ、そうか。洗ってあるわ。ねえ、これ持ってく？ピーマンの煮たの、美味しいのよ。ありがとう。いただいてくわ。すみません、たびたび。いいえ。のりさん、もう本当に構わんでくださいよ。いいえ、何の構いもできません。本当に今日はおかげさんで。いいえ、お父様お母様帰ってお疲れになったでしょ。いやあ、思いがけのあっちこっち見せてもらおうて。いいえ。すみませんなんだな。お勤めを休ましてしもうて。いいえ。忙しいんじゃなかったんか？いいえ、よろしいんですの。小さな会社ですから忙しい時は日曜も出ますけど、今ちょうど暇な時ですから。そうか、そんならええけれど。どうぞ。ああ、そうか。何にも召し上がるものがなくて。いや、やっぱりうまいな。お父様はお酒お好きなんですの？へえ、昔はよう飲みなさったんよ。うちにお酒が切れたらとっても機嫌が悪くなって、遅うなってからまた出て行ったりしてからな。いやほいじゃけ男の子が生まれるたんびにこの子が大きくなってお酒飲みにならにゃええが思うての。庄司はどうじゃった？いただきましたわ。へえ、そう。会社の帰りなんかにどこかで飲んで遅くなって電車がなくなるとよくここへお友達連れてきたりして。そうか。じゃああんたも困った組じゃの。ええ。でも今から思うと懐かしい気がしますわ。ほんまにの。私ら離れとったせいか
まだどっかに庄司がおるような気がするんよ。それで時々お父さんに怒られるんじゃけど。いやもうとうに死んどるよ。8年にもなるんじゃもん。そりゃそうですけどな。あれもなかなかわんぱくなやんちゃなやつじゃったから、あんたにもいろいろやっきゃかけたろ。いいえ、ほんまにな。あんたにも苦労をかけて。はい。牧田様。ありがとう。どうも。美味しくないでしょうけど。いや。どうぞお母様。おおけに。どうぞ召し上がって。そう。じゃあいただきます。いや。遅いね。もう帰ってくるわよ。お父さんお母さんいつまで東京にいるのかしら。うん。何とも言ってないかね。うん、別に。ねえ兄さん、私考えたんだけど、ちょっと3000円ばかり出してくれない？なんだよ。うん、私も出すのよ。2000円でいいかな。やっぱり3000円いるわね。どうするんだよ。うん、お父さんお母さん2、3日熱海やってあげたらどうかと思うのよ。うん。兄さんだって忙しいし、私もここんとこ講習会やなんかで手が開かないのよ。そうかって言ってそうそうのりこさんにも頼めないし。どう？うん。それはいいかもしれないね。熱海でいい宿屋知ってんの。見晴らしがよくてとっても安いの。それはいいじゃないか。行ってもらおうか、そこへ。喜ぶわよ、お父さんお母さん。そりゃいい。俺もちょいと困ってたんだ。そりゃいいよ。どっかへ連れてくったって2、3000円はかかるからね。そうよ、この方が安上がりよ。それに温泉にも入れてさ。ねえ。なんだい。ねえ、今も兄さんと話したんだけど、お父さんお母さん熱海にやったんよと思うの。そうかい、それはいいじゃないか。私も気になったんですよ。どうも暇がなくてどこもご案内できないし。だからさ、どう？賛成だね。それはいいですよ。じゃあそうするか。うちにいてもらったって何もしてあげられないしね。そうだよ。熱海はいいですよ。この暑いのに東京を見て歩くよりは温泉へでも入ってゆっくり昼寝でもしてもらう方がお年寄りにはよっぽどいいですよ。ねえ。そうよね。でもそういえばね。のりこのアパートでも寄ったんじゃないかな。ああ、そうね。思いがけの温泉へも入らしてもろうて。ああ、思わん散財かけたの。気持ちですな。うん。明日一つ早起きてこの辺をずっと歩いてみるか。そうですな。何でもこの先の方に。
景色のところがあるそうですよ。女中さん、そう言うとりました。そうか。静かな海じゃのう。ええ。お待ちどうさま。あ、そう来たの。今度何のかって。ああ、持ってたか。痛いとこポンチがあったな。痛くない、痛くない。バッケロ。やめて。おい、ほら、取るか、急な。取る。リーチ。リーチ？お前これ捨てた？あ、捨てたよ。バッケロ。うわ、バッケロ。16、3名。やつがじゃひどにやかですのう。もう何時頃でしょうかのう。おかえりなさい。おかえりなさい。夢見ても嬉しく輝くよ。思い込んだら命がけ男の心燃える望みだ憧れだきらめくの星風に流れ来る熱い涙やらこれが若さというものか楽しいじゃないか強い光にもそういう美しい笑顔よ生きる命は一つ男の心燃える望みだ憧れだきらめく君の星どうかしなさった？ゆうべよう寝られなんだけでしょう。お前はよう寝とったよ。嘘言いなしゃ。私も寝られんで。嘘言え。入り中書いとったよ。そうですか。
いやこんなとか若い者の来るところじゃ。そうですな。ねえ、ゆうべの新婚どう？柄悪かったね。あれ本当に新婚かしら。あんなのないよ。今朝なんか旦那さんとうに起きてんのに、いつまでも床の中でタバコ吸っててさ。男の方は甘いよ。私聞いててやったら、もう君はすっかり僕のもんだよ。耳も目もその口もみんな僕のもんだよなんて言ってんだよ。誰のもんだか分かりゃしないよ、あんなの。今日かどうしとるでしょうな。そろそろ帰ろうか。お父さん、もう帰りたいんじゃないんですか？いやお前じゃよ。お前が帰りたいんじゃろう。東京も見たし熱海も見たし、もう帰るか。そうですな。帰りますか。うん。どうした？なんやら今フラッとして。いえ、もうええんです。よう寝られなんだからじゃろう。行こう。ええ。奥様一度アップにしてごらんなさいましよ。その方がきっとお似合いですわ。そうかしら。でネイプラインがとてもお綺麗ですもの。レフトサイドをぐっと詰めて、ライトサイドにふんわりウェーブでアクセントつけて。じゃあ今度一度そうやってみようかしら。ええ、その方がずっと個性的ですわ。ちょっときよちゃん、別の雑誌貸して。マッチも。はい。お帰りなさいませ。ああ、ただいま。あら、もう帰ってらしたの？ああ。ただいま。もっとゆっくりしてらっしゃらいいのに。どうなすったの？ああ、いや。どうも。ただいま。どうなった？ねえ、ちょっと知り合いのもの、田舎から出てきまして。そう。ちょっとちゃん、あんたコッピンからして。はい。どうなったの？ずいぶん早かったのね。うん。熱海どうでしたの？うん、よかったよ。ええお家じゃった。見晴らしのええ宿屋で、とてもええかったよ。そうでしょ？あそこいいのよ。まだ建ったばかりだし。混んでませんでした？うん。少し混んどった。ごちそうどんなもの出ました？お刺身に茶碗蒸しに。お刺身美味しかったでしょ？あそこ海が近いから。大きな卵焼きも出ての。なんだって帰ってらしたの？もっとゆっくりしてらっしゃらいいのに。2、3日のんびりしていただこうと思ってたのよ。うん。でももうそろそろ帰ろうか思うての。まだいいじゃありませんか。たまに出てらしたのに。いやでももう帰らんと。京子も寂しがってるじゃろうし。大丈夫よお母さん。京子だってもう子供じゃないんだし。今度の休み歌舞伎でもともしようと思ってたのよ。そう。でもそうそう散財かけちゃ悪いけの。
ゆっくりしてらっしゃらいいのよ。今晩ちょいと7時から起きて寄り合いがあるけど。いえね、講習会なのよ。そう。大勢さんをお呼んなさるんか？ええ。あいにくうちが番だもんだから。そうか、そりゃいけなんだの。だからゆっくりしてきてほしかったのよ。私もそう言っときゃよかったんだけど。先生、ピンカールできましたけど。あ、そう。じゃあちょっと。どうする？どうします？また光一んとこへ行って迷惑かけてもな。そうですな。のりこのとこへでも泊めてもらえますか？いやあそこも2人は無理じゃ。お前だけ行って泊めてもらえ。じゃあお父さんは？服部さんを訪ねてみよう思うんじゃ。なんならそけへ泊めてもらうよ。とにかくまあ出かけようか。ええ。とうとう宿なしになってしもうた。もうそろそろのりこも帰る時間かの。そうですか。まだちょっと早いかな。でもお父さん、服部さんをお訪ねになるんならあんまり遅うなっちゃう。そうじゃの。ぶらぶら行ってみようか。ええ。おい。それにすぐそれじゃ。なあおい、広いもんじゃな東京は。そうですな。うっかりこんなとこではぐれでもしたら一生涯探してもあわりゃしゃんせんよ。もうそんなになりますかな。もうあれからかれこれ17、8年ですわい。そうですか。いや、どうも毎年年賀状いただいて。いやいや、私の方こそ。尾道もだいぶ変わりましたでしょうな。いやええやんばい、あそこは戦災を逃れましてな。お宅がおられた西御所の辺も昔のままでさ。そうですか。とこでしたな。千光寺登ると眺めがようてね。ああ、花月が済むと毎鯛が安くなって東京へ来てから鯛もさっぱり食えませんわ。本当にな。いやなあ、あんた。後で。
おばさん、伊佐から来たすぐそこのパチンコ屋に行ってそう言ってください。いってらっしゃい。お願いします。いや、2階を貸しとるんですが、よう遊ぶ男でな。はあ。法科の学生ですがな、法律のことは何も知らんですな。そうですか。パチンコや麻雀じゃ言うて、国の親御さんもなかなか大変でさ。なあ、あんた。うん。どうですか、久しぶりにどこぞで一杯。はあ。うちじゃ何の支度もできませんのでね。いやいや、突然伺うて。あんた覚えてられるかな、あの自分の警察署長の。沼田さん。そうそう、おられるんですわ、この近くに。そうですか。今どうしておられますか。息子さんがなんとか印刷の部長じゃとかでね、今じゃ楽隠居でさ。そうですか。それは結構じゃ。誘うてみましょうか。ああ、それはぜひ。これは思いがけない。いや、そうですか。さあ、開けなさい。もう十分いただいて。いや、まだまだええじゃないですか。久しぶりじゃ。いや、こんとこずっとやめとりますんでな。しかしあんたは強かったな。ほら、じいさんが尾道へ来た時。ああ、竹村屋でか。あん時あんたもようとったぞ。ほら、どういうたかな、色の白いぽちゃっとした子。梅ちゃんか。あれあんた好きじゃったんじゃろ。それがき、知事さんとさや果てでな。えらいこって。あんたもちっと好きじゃったんじゃろ。いや、どうもお恥ずかしいことで。どうも昔から飲むといかんですわい。いやいや、そんなことはない。知ったら飲んだ方がいい。さあ、開けなさい。しかしあんたんとかええわ。子供さんがみんなしっかりしとるけ。いや、どんなもんかの。うちなんかせめてどっちぞ生きとってくれたらとよ、ばあさんとも話すんじゃが。二人ともたいたかったな。あんたんとか一人か。うん、次男もな。いや、もう戦争はこりこりじゃ。まったくな。しかし子供いうもんもおらにはおらんで寂しいし、俺は俺でだんだん親を邪魔にしよる。二つええことはないもんで。まあ行こう。うん。これはいかん。話が締めっぽうなってきた。元気出すか。うん、やろうやろう。うちがもちっと広けりゃ本屋泊まってもらおうて夜明かしでやるんじゃが。ちょいと姉さん、お酒。ちょいと姉さん、酒持ってこい。しかしあんたよう出てきたな。いや、あんたに東京でお目にかかれるとは思わなんだ。3時間でずっとついただね。そうか。そうだよ。はい、熱いの。お、まあ一杯ついてくれや。ずいぶんごめんってね、今日。なあ平山君、どうかのこの女、どっか似とるやろが。また始まった。なあ、似とらんすか。おう、誰に。似とる似とる。誰に。梅ちゃんじゃろ。違う違う。梅ちゃんもっとよく超えとった。うちの家内じゃ。おう、そういや似とるな。似とるじゃら。この辺がな。もういい加減に帰ったらどう？ずいぶん飲んだわよ、あんた今日。じゃあこんなとこのようにと。くどいのよ、あんた。あいもよそう言いよった。おい、ちょっと来てお酒してくれや。おい。服部さん、どうじゃ。
いけ。しかしまあんたが一番幸せや。どうして？東京へ来りゃ息子さんや娘さんがおるし。それあんたんとこでもそうじゃ。いやうちのやつはいけん。カカアの危険ばっかりとってこの場所を邪魔しはしょうもないやつや。でもあんた印刷会社の部長さんやったら。なんの部長さんなもんか。まだ係長じゃ。あんまり手才が悪いんでわしは人様に部長じゃ部長じゃ言うとるんじゃけどできそうないでさ。いやそんなことはない。遅う生まれた一人よで甘やかしたのが失敗やった。それから見るとあんたんとこは大成功じゃ。ほんまの博士じゃんな。いや今時医者の博士はザラじゃ。いや親の思うほど子供はやってくれませんな。第一吐きがない。大砲の志というものを知らない。そこでわしはこの間も世間に言うと。そしたら世間のやつ東京は人がお言うて上が使いとんなこと言いやがる。あんたどう思う？育児のない話じゃろうが関東精神いうものは何にもない。わしはそんなつもりで育てたんじゃない。沼田さんちょっとあんた。ん？じゃああんたそう思わんのかな。あんた満足しとるのか。いや決して満足はしとらんが。そうじゃろう。あんたですら満足しとらんのじゃ。わしは悲しくなってきた。もういけん。もう飲め。しかしな沼田さん、わしも今度出てくるまじゃもちっとせがれがどうにかなっとると思うとりました。ところがあんた松江のこうまい町医者でさ、あんたの言うことはようわかる。あんたの言うようにわしも不満じゃ。じゃがの沼田さん、これは世の中の親っちゅうもんの欲じゃ。欲張ったらキリがない。これは諦めにゃならんと、そうわしは思うたんじゃ。思うたか。思うた。そうか。あんたもな。あれもあんなやつじゃなかったんじゃが、しょうがないわい。やっぱり沼田さん、東京はの人が多いすぎるんじゃ。そうかな。まあと思わにゃいかんじゃろ。そうじゃのう。今時の若い者の中には平気で親を殺すやつもおるんじゃから、それに比べりゃなんぼかマシな方か。ちょいともう12時よ。12時がなんじゃ。いい加減に帰ってよもう。お前はそんなとこはよーんとほいじゃけわしは好きなんよ。どうすんのよそっちの人。ああ、ほっとけほっとけ。今晩は徹底的に飲むんじゃ。ねえ君、愉快やな。ああ、愉快愉快。愉快やな。おおけにもうたくさん。いいえ。ああ、今日の一日は長かった。熱海から戻って重のとこへ行って上野公園へ行って。お疲れになったでしょう。
なんのあんたにも迷惑かけてのすまんと思うとります。いいえ、でも本当によく来ていただいて、もう来ていただけないかと思ってましたわ。方々でやっきゃになってもう本当にたくさん。そうですか。どうもありがとう。あんた明日お勤めが早いのにこないに遅うまで。いいえ、お母様こそお休みになりましたら。そう。じゃあ休ませていただこうか。どうぞ。思いがけの庄司の布団に寝かしてもろうて。なあのりさん。は？気を悪されると困るんじゃけど。何でしょうか。庄司の死んでからもう8年にもなるのにあんたがまだああして写真なんか飾っとるのを見ると私は何やらあんたが気の毒で。どうしてなんですの？でもあんたまだ若いんじゃし。もう若くありませんわ。いいえ本当よ。私はあんたにすまん思うて時々お父さんとも話すんじゃけど、ええ人があったらあんたいつでも気兼ねなしにお嫁に行ってくださいよ。本当よ。そうしてもらわんと私らも本当につらいんじゃけ。じゃあいいとこがありましたら。あるよ。ありますとも。あんたならきっとあります。そうでしょうか。あんたにゃ今まで苦労のさせ同士でこのままじゃ私はすまん思うて。いいのお母様。私勝手にこうしてますの。でもあんたそれじゃああんまりの。いいえ、いいんですの。私この方が気楽なんですの。でもあんた今はそうでもだんだん年でも取ってくるとやっぱり一人じゃ寂しいけの。いいんです。私年取らないことに決めてますから。ええ人じゃのあんた。じゃあおやすみなさい。おやすみなさい。こんばんは。もしもし。もしもし。金子さん。はい、どうなった？誰だろう。どうなった？そこの交番の高橋ですが。ああ、どうも。いや、どうも遅く。お宅の知り合いの方をお連れしたんですが、大変酔っておられて。なんだ、お父さん？まあ、すいません。いや、ごめんなさい。いやご苦労。
父さん、どうしたのよ。お父さん。おい、どうしたんだい。変な人連れてきちゃったの。誰だい。わからない。ゆかゆか。どうしたのよ、お父さん。お父さん。お父さん、どうしたのよ。まったくだ。しょうがないわね。せっかくやめてたのにまた飲んじゃって。もしもし。もしもし。あなた。あなた。ゆかや。ゆかゆか。お父さん。お父さん。しょうがないわね。どうしたって言うんだい。どこで飲んできたんだい。どこだか。だらしやねえ。お父さん昔はよく飲んだのよ。宴会だっていつもぐでんぐでんになってきて、なんだかんだってお母さん困らせたもんよ。嫌でね、私たち。それがやっと京子が生まれる自分からまるで人が変わったみたいにすっかりやめちゃって、いい塩梅だと思ってたのにまた飲んで。それで。いけいけ。おい、どうする。今日はもう帰ってこないと思ってたのに、変な人連れてきちゃって嫌になっちゃうな。おい、あのままにもしとけないよ。しょうがないわね。きよちゃん下へ来てもらって2階に寝てもらおうか。あんなに酔っ払ってて2階なんか行けるもんですか。どうする。嫌になっちゃうな。あんたそれ持って2階って寝てよ。ここに寝かしちゃうから。そうか。やっかいねえ。帰るなら帰るってそう言っときゃいいのに。こんなに遅く酔っ払って帰ってきて。だからお酒飲みは嫌いさ。変な人まで連れてきちゃって。バカにして。ああ、嫌になっちゃうな。ほんまにやっきゃんなって。いいえ、こんな汚いところで。あんたお勤め遅れやせんな。まだええの。ええ、まだ大丈夫です。ねえお母様。なんな。お恥ずかしいんですけどこれ。何。お母様のお小遣い。何をあんた。いいえ、本当に少ないんですけど。ダメですあんたこんなこと。でも気持ちだけなんですから。けんけん。でもお母様。ダメよこんなことしちゃ。どうぞ。私の方こそあんたにあげにゃいけんのに。いいえ、そんなこと。ね、どうぞお母様。どうぞ。そう。すんませんな。じゃあいただきます。どうぞ。あんたもいろいろ入りようが多いんじゃろうに、こんなことまでしてもろうて本当に何と言うたらええか。ありがとうよのりさん。ありがとう。さあお母様、そろそろ。そう。
母様、またどうぞ東京いらしたら。でももう来られるかどうか暇もないじゃろうけど、あんたもいっぺん尾道へも来てよ。伺いたいですわ。もう少し近ければ。そうな、何しろといいけのう。お母様、お忘れ物。あ、またよう忘れるんよこのごら。さあ参りましょう。ずいぶん混むわね。うん。でもこの辺なら十分座れるよ。これだと名古屋か岐阜あたりで夜が明けますかね。そう。尾道何時に着くの？明日の1時35分。京子に電報打っててくれたかしら。あ、打ちました。きっと慶三も大阪で方面へ出てますよ。そう。お母様、汽車の中でよくお休みになれるといいですけど。いやこの下どこででもよう寝てよ。寝られでも明日のお昼過ぎには着くんじゃから。お父さん、あんまりお酒上がっちゃダメよ。いやゆうべは久しぶりに友達に会うたもんじゃけ。もう治りました？頭痛。ああ、もうええ。まあ、あんまり飲まんことですね。いやでももう今度で懲りたでしょうよ。いやどうもいろいろやっけはかけておかげで楽しかったよ。みんな忙しいのにほんまにお世話になって。でもみんなにも会えたし、これでもうもしものことがあってもわざわざ来てもらわんでもええけ。何お母さん、そんな心細いこと。まるで一生のお別れみたいに。ほんまよ。ずいぶん遠いんじゃもんの。お待たせいたしました。ただいまから21時発急行列車8号広島行きの改札をいたします。どなた様も改札のご用意を願います。なお、乗車券、急行券は命名にお持ちください。お見送りの方は右側の改札口よりお入りください。おはよう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 。どうも昨日はすみません。お父っつぁんお母さん来たんやで。ええらいこってさ、寄るはずじゃなかったんやけど、汽車の中でおふくろなんや具合悪なっちゅうて。どないしたんや。なんや知らん、この辺むかーっとして気持ち悪い夜んさ。心臓かいな。
いや冗談やろ。長いこと汽車に乗ったことあれしまへんでな。いんのはえらいことですわ。貸し布団やから布団借りたり、お医者さん2回も呼びに行ったり、えらい腐りや。でどうやねん。もうよろしいんや。今朝もケロってしてますわ。いくつやねんお母さん。さあいくつやったかいな。もう60の4過ぎてますわ。7やったかいな。8やったかな。年やな。大事にせなあかんで。孝行したい自分に親はなしや。そうですな。さればとて中に布団も着せられずや。あんまり汽車が混んどったけようたんじゃろ。そうでしょうか。もうええか。へえ、もうすっかり。これならもう今晩でもいなれますわ。まあもう一晩ヤッキャーになって明日の吹田汽車で帰ろうよ。へえ、京子が心配しとるでしょうな。でも思いがけの大阪へも降りて慶三にも会えたし、わずか10日ほどの間に子供らみんなに会えて、孫らも大きゅうなっとって。よう昔から子供より孫の方が可愛い言うけれど、お前どうじゃった？お父さんは？やっぱり子供の方がええの。そうですな。でも子供も大きゅうなると変わるもんじゃの。茂も子供の自分はもっと優しい子じゃったじゃねえか。そうでしたな。女子のか嫁にやったらおしまいじゃ。光一も変わりゃんしたよ。あの子ももっと優しい子でしたがの。なかなか親の思うようにはいかんもんじゃ。よくいやきりゃにゃが、まあええ方じゃよ。ええ方ですとも、よっぽどええ方でさ。私ら幸せでさ。そうじゃの。まあ幸せな方じゃの。そうでさ。幸せな方でさ。お父さんお母さん帰りに大阪で降りたんだよ。そうですか。お母さんなんだか汽車の中で具合悪くなったらしい。10日の昼過ぎ尾道に帰ったそうだ。もうよろしいんでしょうか。いいんだろう。いろいろ例が書いてある。お母さんお疲れになったのよ。玉の旅行で長かったからね。満足なすったかしら。それは満足してるよ。方々見物もしたし熱海にも行ったしね。そうね。当分東京の話で持ちきりだろ。ああ、もしもし。ああ、俺だ。え？連邦？いや、来ない。どっから？尾道からよ。京子からなんだけどおかしいのよ。お母さんが危篤だって言うのよ。ええ、そうなの。おかしいね。たった今お父さんから例の手紙が来たばっかりなんだが。お母さん汽車の中でちょいと具合悪くなって大阪で降りたそうだけど10日には尾道に帰ったって言ってきてるんだけどね。
うん。そうなんだよ。平山さん電報です。あ、ちょっと待ってくれ。どうも。尾道からよ。読んでみろ。母既得、京子。もしもし。もしもし。あ、うちにも今来たよ。電報。そうやっぱり。うん。あ、そう。じゃあとにかく一度そちら伺うわ。ええ。じゃあ後で。あ、じゃあ待ってる。急にどうなすったんでしょう。うん。よっぽど悪いのかしら。ああ。のりこさんに知らせなくていいかしら。あ、かけててくれ。はいはい、米山商事です。はい、少々お待ちください。平山さん、電話。私？もしもし。あ、お姉様。ええ。え、お母様が？ええ。ええ。そうですか。え、どうも。どうしたって言うんでしょう。お父さんが悪いって言うならわかるけど。うん。お母さんあんなに元気だったのにね。よっぽど悪いのかしら。うん。よくはないんだろうね。既得だって言うんだから。やっぱり行かなきゃいけないかしら。うん。東京駅で妙なこと言うと思ったのよ。もしものことがあっても来てくれなくていいなんて。嫌なこと言うと思ったらやっぱり虫が知らせたのね。うん。しかし行かなきゃいかんだろう。そうね、既得って言うんだから。行くんなら早い方がいいわね。この間の記者どうかしら。うん。しかし後のことも頼んでいかなきゃならんからな。私もそうなのよ。忙しいんだけどな、ここんとこ。さあどうぞ。おい、ちょいと包帯取って。包帯。とにかく今夜の夜行で助かったにするか。
そうね、どうせ行くんなら。じゃあそういうことにして帰ります。あ、ちょっと兄さん。なんだい。喪服どうなさる？持ってく？うん。持ってった方がいいかもわからんな。そうね、持ってきましょうよ。持ってって役に立たなきゃこんな結構なことないんだもの。それはそうだ。じゃあ東京駅この間のとこで。私早めに行ってます。あ、それじゃお父さん行ってきます。ああ、行ってきておくれ。ご苦労じゃのう。行ってまいります。どうした？暑いか？東京から子供らがみんな来てくれるそうじゃ。今京子が迎えに行ったで。もうすぐ来る。もうすぐじゃ。治るよ。治る治る。治るさ。バーデルラッツしてブルートドロップが下がったんですが、どうもコーマは取れませんので。ああ、そうですか。レアクティブが弱いですね。ああ。いや、どうも。ではまた後ほど。たびたびどうも。いや。お大事に。
慶三どうしたんだろう。遅いわね。うん。慶三電報返事来たの？なんとも。大阪だから一番早いわけなのに。お父さん、ちょいとお前も。ねえお父さん、お母さんどうも具合が悪いんですかね。そうかい。悪いってどうなの？いや、よくないんだよ。こう長く目が覚めないっていうのはどうもよくないんですよね。そうか。この間うち東京へ行ったりして疲れたんがいけなんだんかの。そんなことないでしょ。だって東京じゃお母さんあんなに元気だったんだもの。ねえ。うん。それもあるかもしれん。で、どうなんじゃ。明日の朝まで持てばいいと思うんですが。明日の朝？うん。明け方まで持てばいいと思うんだ。そうか。いけんのか。お母さん68でしたね。ああ、そうか。いけんのか。僕はそう思います。そうか。おしまいかの。では。慶三も間に合わんか。人間なんてあっけないもんね。あんなに元気だったのにね。東京へ出てきたのも虫が知らせたのよ。うん、そうだな。でも出てきてくれてよかったわ。元気な顔も見られたし、いろいろ話もできたし。のりこさん、あんたも服持ってきた？
そう持ってくればよかったのにね。今日あんたあるの？ない。じゃあ借りなきゃダメね、どっかで。借りときなさい、のりこさんのも一緒に。でも大往生よ。お母さんちっとも苦しまないで死んじゃったんだもの。軽装じゃないかしら。どうや。そうか。マニはああなんだか。そうやと思ったんや。おう。こんにちは。あいにくと松坂の方に出張しておりましてな。遅れましてどうもすみません。電報もろった時おらんのよ姉ちゃん。そう。ほんまにえらいことやったな。いつやったんや？今朝3時15分。そうか。8時40分の鹿児島駅やったら間に合うたんやな。けどお母さん穏やかな顔だよ。今せいなんだな。あ、お父さんは？どこかしら。お父様。ああ。慶三さんお見えになりました。そうか。ああ、きれいな夜明けだった。ああ、今日も暑なるぞ。
どうも儲けようのといかんですわ。どうして？何や知らん。お母さんがこうちしそうなって生きよる。僕高校生なんだでな。もう証拠ですけど。今死なれたらかなわんわ。さればとて墓に布団も着せられずや。ねえお父さん、昔この部屋から花火見たことがありましたね。ああ、そうじゃったかの。そうそう、住吉祭りの晩ね。慶三覚えてる？うん、知らん。お前、明るいうちはバカに騒いでたけど、花火が綺麗な自分にはすっかり眠くなっちゃって。そう、お母さんの膝枕にしてぐーぐー寝ちゃって。さっぱり覚えとらんわ。あの自分はお父さん、何してらしたんです？さあ、市の教育課長じゃったかな。そうですか。随分昔だな。うん。ほら、春休みにみんなで大三島行った時。ああ、それは僕も覚えとるわ。お母さん船に酔ってしもて。ああ、そんなことがあったかの。あの自分はお母さんも元気で、いくつぐらいだったですかね。40。そう、42、3じゃったかの。お父さんも本当に体大事にしてもらわんと。うん。もっともっと長生きしていただかなきゃ。いや、ありがとう。おい、どうだ。姉ちゃんどうや？でもなんだわね。そう言っちゃ悪いけど、どっちかって言えばお父さん先の方が良かったわね。うん。これで京子でもお嫁に行ったらお父さん一人じゃ厄介よ。うん。まあね。お母さんだったら東京に来てもらったってどうにだってなるけど。ねえ京子、お母さんの夏帯あったわね。ネズミのさ、梅雨芝の。ええ。あれ私片身に欲しいの。いい兄さん。ああ、いいだろう。それからね、細かいかすりの上布、あれまだある？あります。あれも欲しいの。しまってあるとこ分かってる？ええ。出しといてよ。ええ。ああ。まあおかげさんでこれですっかり済んだ。みんな忙しいのに遠いとこわざわざ来てくれてすまなんだ。ありがとう。光一にも見てもらえたし、お母さんも満足じゃ。いや、どうもお役に立ちませんで。ただのこんなことがあったんじゃよ。この間東京へ行った時、熱海でお母さんちょっとフラフラっとしての。はあ。いや、大したことはなかったんじゃが。そう。じゃあなぜお父さんそれおっしゃらなかったの？兄さんだけどもおっしゃってけよかったのに。そうじゃったな。しかしそれが原因じゃないよ。お母さん太ってもらえたし、やっぱり急に来たんだよ。そう。でもなんだか本当に夢みたい。
兄さん、あんたいつ帰る？うん。そうゆっくりもしていられないんだが。私もそうなのよ。どう？今晩の休校。ああ。慶三はどうするんだ？僕はまだよろしい。そうか。じゃあ今夜帰るか。ええ。のりこさんまだいいんでしょ？もう少しお父さんのそばにいてあげてよ。えいやー、忙しいのにもうええよ。僕も一緒に帰ろうかな。出張の報告もまだしとらんし、野球の試合もあんねや。帰りますわ。そうかい。忙しいのに来てくれて。でもお父さん、これからお寂しいわね。いやー、時期になれるよ。ちょっと京子、私にご飯。はい。ねえ慶三、帰り駅待って晩の切符買っといてよ。うん。僕にも飯。はい。空いてりゃいいけどね。お父さん、あんまりお酒飲んじゃダメよ。いやー、大丈夫だよ。そうかい。もうみんな帰るかい。いやはい、お弁当。どうもすいません。長いことお邪魔しちゃって。夏休みに京子さん、東京いらっしゃいよ。お姉さん、どうしても今日帰りになるん？ええ、もう帰らないと。そう。私お見送りできないけれど。うん、いいのよ。本当にいらっしゃいよね、夏休み。うん。でもよかった。今日までお姉さんにいていただいて。兄さんも姉さんももう少し追ってくれてもよかったと思うわ。でも皆さんお忙しいのよ。でもずいぶん買ってよ。言いたいことだけ言ってさっさと帰ってしまうんですもの。そりゃしょうがないのよ。お仕事があるんだから。だったらお姉さんでもあるじゃありませんか。自分勝手なんよ。でもね、京子さん。うん。お母さんが亡くなるとすぐお形見欲しいなんて。私お母さんの気持ち考えたらとても悲しくなったわ。他人同士でもっと温かいわ。親子ってそんなもんじゃないと思う。だけどね、京子さん。私もあなたぐらいの時にはそう思ってたのよ。でも子供って大きくなるとだんだん親から離れていくもんじゃないかしら。お姉様ぐらいになるともうお父様やお母様とは別のお姉様だけの生活っていうものがあるのよ。お姉様だって決して悪気であんなことなすったんじゃないと思うの。誰だってみんな自分の生活が一番大事になってくるのよ。そうかしら。でも私そんなふうになりたくない。それじゃ親子なんて随分つまらない。そうね。でもみんなそうなってくんじゃないかしら。だんだんそうなるのよ。じゃあお姉さんも？ええ。なりたかないけどやっぱりそうなってくわよ。いやね、世の中って。そう、嫌なことばっかり。じゃあ
お姉さん、私。そう。行ってらっしゃい。お父さん、行ってまいります。じゃあお姉さん、お大事に。ありがとう。あなたもね。きっといらっしゃいね、夏休み。じゃあ、さよなら。さよなら。行ってまいります。さよなら。さよなら。京子出かけたか。お父様、私今日お昼からの汽車で。そう帰るか。長いことすまなんだな。いいえ、お役に立ちませんで。いやおってもろうて助かったよ。いいえ。お母さんも喜んどったよ。東京であんたんとこへ泊めてもろうて、いろいろ親切にしてもろうて。いいえ、何にもお構いできませんで。いやお母さん言うとったよ。あの晩が一番嬉しかった言うて。私からもお礼を言うよ。ありがとう。いいえ。お母さんも心配しとったけれど、あんたのこれからのことなんじゃがな。やっぱりこのままじゃいけんよ。何にも気兼ねはないけ。ええとこがあったらいつでもお嫁に行っておくれ。もう庄司のことは忘れてもらうてええんじゃ。いつまでもあんたにそのままでおられると、かえってこっちが心苦しゅうなる。困るんじゃ。いいえ、そんなことありません。いやそうじゃよ。あんたみたいなええ人はない言うて、お母さんも褒めとったよ。お母様、私を買いかぶってらしたんですわ。買いかぶっとりゃせんよ。いいえ、私そんなおっしゃるほどのいい人間じゃありません。お父様にまでそんなふうに思っていただいてたら、私の方こそかえって心苦しくって。いやそんなことはない。いいえ、そうなんです。私ずるいんです。お父様やお母様が思ってらっしゃるほど、そういつも庄司さんのことばかり考えてるわけじゃありません。ええんじゃよ、忘れてくれて。でもこの頃思い出さない日さえあるんです。忘れてる日が多いんです。私いつまでもこのままじゃいられないような気もするんです。このままこうして一人でいたら一体どうなるんだろうなんて夜中にふと考えたりすることがあるんです。一日一日が何事もなく過ぎていくのがとっても寂しいんです。どこか心の隅で何かを待ってるんです。ずるいんです。いやずるうはない。いいえ、ずるいんです。そういうことお母様には申し上げられなかったんです。ええんじゃよ、それで。やっぱりあんたはええ人じゃよ、正直で。とんでもない。
お母さんの時計じゃけれどな、今じゃこんなものも流行る前が、お母さんがちょうどあんたぐらいの時から持っとったんじゃ。肩身にもろうてやっておくれ。でもそんな。ええんじゃよ、もろうといておくれ。いやあ、あんたに使うてもらやお母さんもきっと喜ぶ。なあ、もろうてやっておくれ。すいません。いやあ、お父さん本当にあんたが気兼ねの先々幸せになってくれることを祈っとるよ。本当じゃよ。妙なもんじゃ。自分が育てた子供よりいわば他人のあんたの方がよっぽどわしらに用してくれた。いや、ありがとう。いやあ、皆さんお帰りになってお寂しゅうなりましたな。いやあ、本当に急なことでしたな。いやあ、気の利かんやつでしたが、こんなことなら生きとるうちにもっと優しゅうしといてやりゃよかったと思いますよ。なあ、一人になると急に日がなごうなりますわい。まったくなあ、お寂しいことですな。いやあ、